どうもこんにちは、ギークインボックスの佐賀です。GIB 横浜の4階なんですけれども、GIB ラウンジとして再度オープンしております。価格帯の高いベースを揃えていて、ゆっくり思想ができますよという空間になっております。思想に関しては、全ての価格帯の楽器できるので、ただし予約制みたいなところが強くなるかなというふうに思うんですけれども、3回行ったついでに4回も行くみたいなことは、スタッフに聞いてもらえれば可能なので、ぜひぜひっていう感じです。そこで今日は撮影しているんですけれども、このフロアにあるハイエンドベース、これを6本、プロと一緒に弾き比べしようかなというのが今回の企画です。ということでゲストに関谷さんです。どうもベーシストの関谷です。ありがとうございます。簡単に自己紹介いただけましたら。踊れるジャズバンドトライフォースというバンドとジャズと伝統芸能のフュージョンバンド黒船というバンドを中心にライブサポート、レコーディング、学校で教えたり教則本を書いたりいろいろやっております。ありがとうございます。実は今関谷さんとベースギークカレッジっていうオンラインサロンでもないオンラインレッスンでもない新しいサービスを作っていて、演奏のプロと機材のプロだからこそできる知識欲がめちゃくちゃ刺激される、そんなサービスやっております。その詳細に関してはこの動画の一番最後でお話ししようかなというふうに思いますので、興味があればそちらもねチェックしてみてください。そして今回は6本弾き比べていただきたいということで、いっぱい弾いてもらおうかなと思っております。アジアとヨーロッパと南米から2本ずつですね選んできてやろうかなと思ってるんですけれども、紹介するブランドはジーニーベーシーズ、サスベース、スワンカスタムベーシーズ、D マークギターズ、メリディアンギターズ、バリアントギターズとなっております。早速この6本ゴリゴリ弾いてください。お願いします。頑張る。
1本目に紹介するのがジーニーベーシーズというブランドですね。はい、日本のブランドです。5弦のジャズベースを作ることを前提としていて、日本のブランドなんですけれども、ヨーロッパのブランドだったり、海外のブランドのパーツをよく使っている感じですね。ジャズベースをモチーフにしているので、そこから外れるアレンジはできないんですけれども、例えば、ネックのシェイプをめちゃくちゃ細くしたいとか、ヘッドのサイズを大きくしたいとか、フレット数変えたいとか、スケール変えたいとか、そうしたところ全て対応可能ですね。ネックが太くなったり細くなったりすると音変わるんですよ。これネックの太さって音変わりますよね、結構。変わる。違うんですよね。全然違う。4弦のジャズベと5弦のジャズベなんで音が違うってネックの太さ結構あると思うんですよ。はい、ピックアップも大きいんですけどね。だからそうしたところを変えられますよと。ジャズベース好きって言ってもいろんなジャズベース好きあるじゃないですか。タイトめな音が好きな人もいるし、もっとこうカラッとしたのが好きな人もいるし、そうした好みに合わせて細かい仕様を選べますよっていう感じですね。めっちゃ細かいところまで言うとプリアンプの IC か FET かまで選べます。オタクそう、オタクのためのブランドですね。はい。そしてこのカスタムモデルの価格は税込みで77万円ですね。はい。これ弾いてみてどうでした？これめちゃくちゃいい。形から想像できないジャズベの音が出た。あ、そう、ジャズベの音ですよね。びっくりした。ジャズベの音なんです。ちなみにですけど、これの、1個下の価格帯の量産版も企画して進めているので、そちらも交互期待という感じですね。続いて紹介するのがサスベースというブランドですね。韓国のブランドです。見ての通り5弦のジャズベースのレプリカですね。ここも海外のパーツをよく使っているブランドですね。韓国とか日本にいるとどうしても安いパーツ出回っているのでそっち使いがちなんですけれども、そこら辺は好みというか割と趣味でやってる感じだなって思います。さっきの G にも同じですね。ヒップショットのブリッジでヒップショットのチューナーついてますね。ピックアップラングレンっていうポール・ターナーが今使ってるあのベース知ってます？知ってます。白いやつ。はい。あれがラングレン使ってるんですよね。はい。でそれにオリジナルのプリアンプ合わせているという感じですね。ジンスっていうめちゃくちゃ面白いお兄ちゃんがいて、彼が作ってます。この前までソウルの近くに住んでたんですけど、俺はやっぱ南国がいいって言ってチェジュ島に引っ越してました。すごいすごいですね。本当にやるんだからすごいですよ。はい。でよく言われるのはサドースキーとアレバコッポロの間みたいな感じっていう風に評価が上がってるんですけれども、関谷さんこれ弾いてみてどうでした？コッポロっぽい稲田さ、昔のこのベースの感じを表現したいんだろうなっていうのもありつつ、結構現代的なところも感じました。そうですよね。そのバランスの取り方がやっぱりうまいなっていう、本当に現代的なベースだなと思いますね。2000年代でも2010年代でもない2020年代の仕様になってるなと。韓国の友達でカイトさんっていうお兄ちゃんがいるんですけど、彼が BTS の仕事をずっとやってて、BTS の今ソロのツアーがやってるんですけど、それずっと回っててこのサスベース持ってってますね。もう一本ウッドカスタム使ってます。マジで日本製じゃん。そうなんですよ。あとバリアントも使ってくれたり、だから BTS のビデオ見てたらバリアントとかサスとかウッドとか出てくるんですよ。あ、そうなんだ。すげえ。すごいですよね。ベオタ見ないといけない。いや、そうなんです。ベオタ見てって感じです。価格が59万4000円ですね。これね、ヨーロッパにあったらこんな値段じゃ絶対にできないです。いや、すごいよね。僕はもうちょっと値段上げた方がいいよって言ってるんですけどね。ということで紹介しました。
続いて紹介するのがメリディアンギターズというブランドの J24 というモデルですね。はい。J24 っていうモデル名から察する通り、クラシックな仕様で、そしてダブルカットのボディがあって、ハードウェアに関してはヒップショットのブリッジとヒップショットのチューナー乗ってるんですけれども、ピックアップはデラの、プリアンプはジョンイースト。だいぶハイエンド仕様というか、はい。このピックアップ高いんですよ。うん、そうなんだ。デラの高いんですけど、でもめっちゃいいです。そういえばさっきのジーニーもデラのピックアップですね。これはどうでした？弾いてみて。バランスすごい良かった。ピックアップすごいいいね。シングルにしてもハムにしても、どっちも使える音だった。はいはい、意外とないんですよね。そうこれが、はい、難しいんですよ。わかる。音だからピックアップの配線切り替えるのが趣味までありますからね。そうだね。はい、ここら辺の仕様の違いについての比較は割とねYouTube で昔からやってるので、興味があればチェックしてみてくださいっていう感じですね。すごくいいベースです。これつい先日取引開始したんですよ。あ、そうなんだ。はい、メリディアン僕大好きで、やっぱボディのデザインかっこいいじゃないですか。かっこいい。持ってる木材のクオリティがちょっと高くて、細部がこれ四角じゃなくて丸になってるとか、本当だ。かっこいいんですよ。でお金の話で言うと、こんなピックアップ絶対使わないの。高いから。高いピックアップをわざわざ使うってあんまりねないんですよ、実際のところ。だけどここやってるんですよね。めちゃくちゃいいブランドです。これの他にもシングルカットのモデルも入ってるので、そちらもチェックしてほしいなというふうに思いますね。そして価格が77万円税込みとなっております。素晴らしいベースなのでいっぱいチェックしてほしいですね。続いて紹介するのがバリアントギターズというブランドの TNT5 というモデルですね。このブランドウクライナのブランドなんですよ。でキーウでやってるんですけど、普通にまだ作ってくれてるんですよね。すごいね。なんか僕はちょっと応援したくて。いや俺もしたい。特になんかそういう政治の話とかするつもりないけど、戦争やめればっていう。で僕はどっちかというとウクライナちょっとかわいそうだなとか思ってするので、少しでもそういうのの力になれればなっていうノリではあります。ただ純粋にいいから仕入れてるし、いいから紹介します。 TNT のこのモデルはこのネック側にハンバッキングのピックアップが乗ってますね。ハムシンでハムシンがいいってさっきオタクが言ってましたうちのスタッフのオタだねって。これでも意外といい構成ですよね。いやよかった。逆よくありますけど、はい、このネック側のピックアップはもう皆さんご存知の通りシリパラタップで切り替えられます。オタもうみんな知ってますからね、そんぐらいの話は。ブリッジ見ての通りオリジナルです。こっちのプレート類もオリジナルで作っていて、そういったところすごくいいなと思いますね。ちなみにチューニングマシンは5灯です。割とヘッドちっちゃめですね。さっきまでのサスとかジーニーとかヘッド大きめでしたけど、これはちっちゃめな感じです。オリジナルのプリアンプが乗っているという感じです。これねギターもめっちゃいいんですよ。トニックの方の YouTube チャンネル出してるんで見てみてほしいんですけれども、めっちゃいいです。このブランドはねかなりおすすめです。僕はなんかミュージシャン受けが良くて、タカト分かりますか？タカトはなんかこれめっちゃいいじゃんとか言ったり、なんか関谷さんもさっきもそうこれめっちゃいいねって言って、謎にそういう人気があるブランドですね。実際でもヨーロッパではかなり広まってます。これの良さはかなりおすすめですね。価格が60万5000円税込みという感じです。すごくいいベースですね。弾いてみてどうでした？これはねリアのシングルの結構パワー感があって、ハムと結構共存できて、すごい使いやすかったです。はいはいはい。だからシングルとシリーズとかで使っても全然ありっていう感じですよね。やっぱりバランス悪くなっちゃったりするもの多いですけど、全然いいよねっていう話ですわ。気になる方多いと思います。ぜひ GIB 横浜でチェックしてみてください。続いて紹介するのが D マークギターズというブランドのフュージョン3というモデルですね。ブラジルのブランドですこれ、そしてうちの取り扱いの中ではだいぶ新しいというか新作できたよみたいな感じで紹介されて撮ってみたんですけれども、アンドリュー・ゴーシェのためにデザインされたベースだと。はい、超人気のアンドリュー・ゴーシェ、みんな大好きなブラジルって木材いっぱい取れるんですよ。一大産業なんですけれども、なので普段の D マークギターズっていろんな木材を使って作ってくれるんですよね。かっこいいもの。でも今回これは潰しなんですよ。おお本当だ。だからブラジリアンマホガニ一発で作ってますね。それにオリジナルのピックアップとオリジナルのプリアンプが乗っていますという感じなんですわ。南米のギターブランドってちょっと変わってるのが多くて、とっつきづらさもあったりするんですけれども、フェンダーのスタイルっていうとちょっとあれですけどね、ボルトーンの一般的なスタイルを大々的に取り入れていて、親しみがあるブランドかなと思いますね。価格は52万8000円という風になっております。これはどうでした？これもね使いやすかった。バキッとこうアクティブでチョッパーとかゴスペルっぽいことできるし、結構リアに振ってちょっとジャコっぽい感じとかも出せるし、だいぶサウンドキャラクターが広かったような感じがしました。すごくモダンでいい。僕は結構 DMAX 好きなんですよね。綺麗にまとまってて、突飛なところが意外と薄いっていうか、こんな感じなんだみたいな、その見た目で結構普通なんだみたいな、確かにそういう端正なところは僕はすごく好きなブランドですね。
続いて紹介するのがスワンカスタムベーシズというブランドのアルファインフィニティっていうモデルですね。これは特別にオーダーしたもので、もう2年半ぐらい待ってやってきました。待ちました。でもそれに値するというか、期待を裏切らないクオリティでしたね。このブランドは結構マニアックなんですけど、オタク全員知ってるんですよ。オタク全員スワン好き。そう、最高なんで、これ新しいヘッドレスのシリーズなんですけど、このホローボディになっていて、こういうホローの形ちょっとあんまりない。たまにアコでこういうのありますよね。ちょっと変わった、多分そこら辺をモチーフにしてんだと思うんですけど、まあかっこいいですね。6弦でレイクピックアップスっていうブエノスアイレスっていう場所でやっているピックアップブランドですね。レイクピックアップス、それにマイクポッププリアンプが載っていますね。あえてボルトオンだと、これ磁石でくっついててパコって外せるんですよ。おお、すごい。こういうところいいですよね、このブランドはね。彼らも割といろんな木材使えるんですけど、僕はちょっとシンプルめな感じでオーダーするのが好きですね。それはやっぱり素の良さがすごいあって、デザインがめっちゃ秀逸なんですよね。これじゃないモデルもねすごくいいです。そっちもあるから GIB 横浜でぜひ引いてほしいですね。価格は税込みで110万円です。結構ちゃんとした値段なんですけど、でもねいいんですよ。これだけ6弦ですけど、先輩どうでした？いや、僕は6弦普段弾かないんですけど、ね、ちょっと頑張って。でも弾きやすかったです。あ、本当ですか？はい。これ指板かっこいいね。あ、そうですね。はい、バズアイはこうスッとした重さね。センス感じるな。ちゃんとやっぱ選んでるね。4バンドのプリアンプでね。そうですそうです。どんな音でも作れるみたいな。そうですね。でピックアップのワイヤリングも3種類から切り替えられる。これでもねタップじゃないんですよ。シールパータップじゃなくて、パラレルとハンバッカーとモダンハンバッカーって書いてました。なんでしょうね。まあでも彼らがね自分で選んでやってるので、はい、弾きやすかった。ネックのグリップ感とかすごくいいですよね。よかった。はい、綺麗だしいいなと思いますね。ヘッドレスも俺あんま弾かないけど、よかったです。結構ちゃんとこう倍音が鳴ってくれるというか。そうですね。なんか僕もあんまヘッドレスっぽくないなって思います。もしかしたらホローボディなのがいいのかもしれないですけどね。やっぱりバランスがあって、ヘッドの大きさで音変わるじゃないですか。変わる。さっきのジーニーとかサスとかちょっと大きめで、アレバとかも大きいですよね。バリアントとかはちょっとちっちゃめですよね。メリディアンも割とちっちゃめではあるかな。それでいうと D マークもちっちゃいですけど、まあメリディアンの方がちょっと大きいかな。それでいうとヘッドレスで一番ヘッドがちっちゃいタイプで、ここら辺の比較にもなるかなっていう気がしますね。ヘッドに重りつけてみて、音はどう変わるかとかやったりしたんですよ。そうなんだ。はい。これ結構面白いんですよね。オタクだね。変わるんですよ、これはまた。万人に好かれるかどうかわかんないですけど、やっぱね熱いですよね。こういうなんか好き勝手してるのは僕は好きですね。いや、いいと思う。はい。6本のベースを関谷さんに弾いていただいて、そして紹介しました。いかがでしたでしょうか？この GIB ラウンジっていうフロアにある中で、ここら辺は紹介したら面白いなっていうところを集めてきたんですけれども、こんな感じでやってますっていうことですね。 GIB ラウンジすごく面白いので、回転が早いんですようち。だからこう来るたびにまた違う面白さがあるかなというふうに思うので、何回かね遊びに来てもらえたらなと思います。コーヒー置いてあるんでコーヒー飲んで帰ってください。なかなかコーヒー出してるお店ないですけど、まあ美味しいからぜひ飲んでってくださいな。6本のうちのどれが好きだったみたいな話、皆さんとできたらいいなと思いますので、ぜひぜひねコメントしてみてくださいな。関谷さん、この6本印象的だったのありますか？悩むね。どれも良かったけど、バリアントギター良かったね。ああ、バリアントね、好きな人多いんですやっぱ。はい、全部ピックアップ2個ついてる。そうだね、今日はね。やっぱなんか僕がピックアップ2個ついてるの好きでお得じゃないですか。まあ俺も好きだよ。PP ね。 PP あれだ4個ついてるじゃないですか。4個換算するのあれ。あれ4です。そうなの。あれで言うと僕は8にしたいんですよね。なるほど。PP おー、いいじゃん、やろうよ。それでもう全部の音出せるっていう。だからスプリットコイルのジャズベのやつを4個並べたらいいんじゃねえかってやろう。8個にしてね。はい、オクトパスにしよう。オクトパスだっていうのもねやろうかなと思いますので、俺はそれ見たいけどねっていう人コメントしてくれれば本当にやるんで、割とお客さんの声でやるんですよ。確かにこれ言われたから俺じゃあやってみようかなって思ったりするんですよね。っていうのがねすごくたくさんあるから、ぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。関谷さんと新しいベースのサービス始めますという話なんですけれども、ベースギークカレッジということで、いよいよ渾身の、もともとは僕ねレッスン事業をもうちょっとやりたいなって思ってたんですよ。もともとはなんか関谷さんから相談してもらったのもレッスンの話だったんですよね。あんま見切れないっていうか、そうだね、ちょっと時間がうまく合わないみたいな、まあだからいろんな人に見てもらえるものがちゃんとやりたいというか、ちょっともったいないところがあって、最初はなんかレッスン話してたんですけど、なんか進めてったらレッスンっていうか、もうちょっとこうベースオタ向けに総合的なサービスやった方が僕たち面白いんじゃないかっていう
話で、だからオンラインレッスンではないんですけど、どんなサービスなのかっていう話でいくと、まず1個は僕たちが動画最近バーっていつも作ってて、その動画が一応見放題みたいな形になりますね。でその動画の内容なんですけれども、例えばダイアトニックって何ですかとか、マイナーキーでのドミナントモーションってどうやるんですかみたいな、一歩深めの演奏の話というか理論の話というか、そこら辺もありますし、もうだって関谷さんめちゃくちゃプロだから、学校で学んだことをそうですね、惜しみなく一応バークリーで学んできましたので、お金出して何年も住んで寒いところにそうだね、はい、その内容がここで聞けますと。それだけじゃなくて、もし関谷さんが今18歳だったらどんな風に音楽家になりますかとか、それの差がもあります。18歳で楽器屋さんで働きたいとか、楽器ビジネスやりたいってなった時にどうやるかみたいな、そういうのもありますね。機材の話もあります。マイク取りとライン取りと、そのミックスとアンプシミュレーターとか、これ何が違うんですかねって、実際に全く同じ環境で比べてみましょうとか、しかもそれを最高級の機材で、もういつもプロが使ってる機材でやりましょうとか、普段どんな録音するんですかみたいな、プロの裏の話が聞けたり、コピーから抜け出そうって思ったり、タブ譜から抜け出そうってなった時に、どうやってオリジナルのベースラインって作ったらいいんだろうみたいな、ドラマーがタッタッタって叩いてくれてるけど、それにどうベース弾いたらいいんだろうみたいな、そういう話とか、機材とか演奏とか、そういう全般、ただしちょっと深め、ベース初心者の方ではもちろん楽しめると思うんですけれども、ベース弾いて10年ぐらいになるけど、これ合ってんのかなみたいな、俺なんか何も学ばないできたけど、このスタイルで合ってんのかなみたいな、合ってないような気もするし、これじゃダメなような気もするみたいな人がもう一歩進むためのサービスっていう感じですね。合ってますよね。合ってます。撮影結構僕は楽しくて、佐賀くんが生徒になって俺が佐賀くんに教えるっていうのをね、たくさん撮ったね。たくさん撮りました。これからも撮っていくんでしょうね。もっと撮るんですけどね、はい、今で22、3本多分あって、撮ったね。そろそろ一旦オープンしようかなっていう形ですね。コットベースレッスンとか、あれ見たいけど英語でよくわからんみたいな人にはぜひちょっとチェックしてほしいなという感じですね。サービス自体の内容はその動画見放題だけじゃなくて、演奏のプロとか理論のプロ、機材ももちろんプロなんですけどの関谷さんと、あとは楽器側のプロの僕に質問がたくさんできると。クローズドな場なので、オープンな場所だとなかなかできない話もできるかなというふうに思いますね。みんなが集まってるコミュニティもあります。キャンパスですね。キャンパスカレッジっぽいね。カレッジっぽいですね。はい。なので情報交換できるというか、同じような人がたくさん集まっているので結構面白いんですよね。この前ね、10周年記念のパーティーやったら、普段ベースの話する機会なんかないんだろうなみたいな、炸裂しすぎてて10時間ぐらいやったんでしょ。10時間ぐらいやってましたはい。いやもうあれはもう相当な濃度でしたね、オタの。そういう人たちいるんだなと思って面白いんですよね。その人たちの間で普段話せないから、そういう風にたまにある機会でブワーって喋っちゃうわけですけど、それをちゃんと話せる、しかもちょっと深めのところで、同じようなキャラクターの人たちの中で喋れるっていうのはちょっと面白いかなという風に思いますね。そしてベースギークカレッジの会員だけのギークインボックスでの割引も提供されますね。特別なクーポンも作ろうかなという風に思っておりますので、場合によってはそこのクーポンだけで会費取れちゃうんじゃないかなと、元がね、そういう風にも思いますね。なのでちょっと試してみてもらえればなと。あれ良くなったらいいですね。でもあんま聞かないじゃないですか。ムー君とかむつみさんみたいに、プレイヤーの人が一人でやったりするのたくさんあるんですけれども、楽器屋とプレイヤーが一緒にやるってあんまりなくて、いやこれ発明だと思うよ。これはちょっと見つけたって感じでしたね本当、はい、飲んでてねこれはやっぱ飲んでる時大事だよね。アイディアパンって出てくるよね。いやそうなんですよね、やっぱそういうところにビジネスの源泉がビジネスっていうかその趣味ですけども、会費が3300円税込みという設定になっております。これ継続してったらちょっとこう面白いアイテムがもらえたり、そういうのも考えておりますので、ちょっとチェックしてみてもらえればなと。とはいえまだね、サービス開始前なんですよ。この動画出る時も多分開始直後か直前か、そこら辺なんですよね。立ち上げたてなので、そうしたタイミングで入ってもらえてたら声をね拾いやすいっていうのがあって、一旦開いて、でそこからどんどんこう改善したり変更したり修正したりしていきましょうというふうに話してるんですけど、そういうもんなので GIB 昔から見てる人分かると思うんですけど、そういう感じで始まっていくので、ぜひお楽しみにしていただければなという感じです。そのギークインボックスと関谷さんの共同のサービスですね、すごく楽しいと思いますのでチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。 GIB なんですけれども、 GIB 横浜、 GIB 兵庫、そして GIB ソウル、この3店舗やっておりますので遊びに来てみてください。僕そろそろソウルに移
移り住みます。いきなり楽しそういいね、はい、上がりトニック横浜っていうギターショップもあるので、そちらもぜひねチェックしてみてもらえればなというふうに思っております。関谷さんの SNS 情報も概要欄の方に入れておきますので、チェックしてみてください。おたおたしい話が繰り広げられていますですねで YouTube チャンネルもありますしね、はい、こっちもねかなりオタ度高いんで見てみてもらえればなと思います。なんか直近ライブとかありますか？ありますよ。トライフォース来月横浜で7月20日やります。しかもサムズアップ、サムズアップサムズアップいい場所ですよ。かっこいいよね、はい、サムズアップ横浜民的には結構熱い話なんですけれども、皆さん遊びに来てくださいということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。関谷さんありがとうございます。ありがとうございました。いつもありがとうございます。とんでもない、本当に楽しいです、はい、ベースギフカレッジやりましょうね。ね、盛り上げていきましょう。やりましょう。みんなで盛り上げていきましょう。あ、そうみんなでやったら楽しいからはいで思います。またこういう動画見たいよとか、こういうこと聞きたいとか、そういうのがあればコメントしてもらえれば、僕たちそれ拾って動画作っていくので、サービス作っていくので、みんなで面白いベース業界ギター業界作っていきましょうということで、また次の動画でお会いしましょう。関谷さんありがとうございます。ありがとうございました。